ずんだもん。パスオブタイタンズというゲームをやってるんだけど、このラテニベックス的な恐竜を知らないの？ラテニベナトリクスだよね。確かにゲームでは登場してるけど、現実でどんな恐竜だったかを知ってる人は少なそうなのだ。じゃあ今回はラテニベナトリクスはどんな恐竜なのか徹底解説していくので、ぜひ最後まで見ていってほしいのだ。それでは早速解説していくよ。隠れた女狩人を意味するラテニベナトリクスは7550万年前の中生代白亜紀後期のカンパニアン紀に繁栄したコエルロサウルス類トロードン科のグループに属している恐竜なのだ。今現在ラテニベナトリクスマクマステラエという一種類だけが知られていているよ。ラテニベナトリクスの体育標本である CMN12340 は1968年にアイリーン・バンダローによってカナダ王国南部アルバータ州のダイナソーパーク類層で複数の頭骨要素、4つの脊椎骨、4つの肋骨、複数の血道球、腹肋骨、かなり完全な前肢、不完全な後肢が発見されたんだ。ダイナソーパーク類層といったら多くの有名恐竜が発見されてる地層だよね。セントロサウルスだったりカスモサウルス、メルクリケラトプスだったりペンタケラトプスとかスピノプス、スティラコサウルス、ユネスコケラトプスだったりとか。めちゃくちゃ角竜のことを好きなのが伝わってくるのだ。ちなみに他の恐竜で言うとコリトサウルス、パラサウロロフス、ランベオサウルスなんかや肉食恐竜あたりでいくとゴルゴサウルスやラスプレトサウルス、ドロマエオサウルスなんかが発見されているよ。要するに恐竜化石の宝庫ってことだよね。まあそういうことなのだ。話をラテニベナトリクスに戻して、それら発見された化石を使用して1969年にリノサウロイドの模型でも知られているテール、アラン、ラッセルによってステノニコサウルスとして記載されたのだ。あれ、ラテニベナトリクスと最初に命名されたわけじゃないんだ。最初は勘違いされて命名されたみたいだね。この標本が明確な親族としてラテニベナトリクスと名付けられたのはそれからずっと後の2017年になってからのことだよ。ちなみに後日ダイナソーパーク類層から追加で3つのラテニベナトリクスのものと考えられている化石が見つかっていて、そのうち1つは骨盤を含んでいるものだったのだ。これによりラテニベナトリクスは骨盤の特徴によって他のトロードン類と区別できることが判明し、完全に独立した種類だということが判明したのだ。そのラテニベナトリクスにしかない特徴を教えてちょうだい。じゃあサクサクと解説していくから頑張ってついてくるのだ。まず恥骨が17度の角度で前に傾斜していること、そして恥骨の軸が後ろの方に湾曲していること、恥骨の後部表面に大きな筋肉の付着物があり、恥骨末端近くまで達すること。だけどこれはドロマエオサウルス類のエスペロニクスにも見られる特徴だよ。骨盤の独自の特徴はこれまでで、お次は他の部位の独自の特徴を紹介していくよ。まず頭からで頭骨の前側の三角形の形状が前尾骨の接触面に単一の深い溝を有していること。第三中足骨裏側の表面がくぼんでいること。この特徴は他のほとんどのトロードン類には一切見られず、フィロベナトルのようないくつかの属においてははっきりとは確認されていないよ。ついてけずに頭がこんがらがってきたわ。じゃあ表にまとめたからこれを見てほしいのだ。これが他のトロードン科と違う点だよ。なんとなく理解することができたわ。ありがとう。さてお次はラテニベナトリックスのサイズなどについて解説していくよ。ラテニベナトリクスは一体どのくらいのサイズなの？まず頭骨が推定45センチメートルとされ、全長が3メートルから3.5メートルと知られているトロードン科の中で最大の種類であるのだ。そして典型的なトロードン類のようにおそらく原始的な飛行能力を持たない半雑食性の二足歩行動物だったとされ、その生態的地位、要するにニッチは同じ地層から知られているより小さなトロードン類である
ステノニコサウルスとはおそらく異なると思われているよ。それぞれ違うものを食べていたってことだよね。一体どんな生き物を捕食していたのか気になるよ。どのような恐竜を捕食していたから不明とされているが、ラテニベナトリクスはアンキロサウルス類や角竜類、ハドロサウルス類、パキケファロサウルス類、オルニトモサウルス類、オビラクトロサウルス類、トロマエオサウルス類、ティラノサウルス類などと他の多くの種類の恐竜と共に生息していたことから、この中から弱っている個体や子供、小型哺乳類、爬虫類、昆虫、卵などを捕食していたと考えられているよ。また雑食なため植物も接触していた可能性があり、果実や葉っぱなんかも食べてたかもしれないのだ。一応これは僕の考えだからあまり信用性はないよ。まあトロオドンの仲間とかもこんな感じの食性だから可能性としてはなくはないね。今回のラテニベナトリクスの解説はここまでです。今日の解説動画はいかがでしたでしょうか。今のところラテニベナトリクスは見つかった化石が少なく、あまり研究が進んでいない恐竜なので、今後研究が進んだらまた動画を出させていただくよ。チャンネル登録して待っててね。それじゃあご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。